バカ入ったー。よー。コーヒー、あなた送ってくれ。この中に入れていきます。1分ほど絡まします。その小麦を全体的になじませるっていうところと、小麦の温度を一応均一にさせるっていうところで、卵液っていうんですけど、乾水とか塩とかを使った液をつけていきます。麺に入れます。4、5分攪拌していきます。こんな感じで出来上がりが。これが一応この状態が僕ら粗麺って呼んでます。ここからいわゆる棒状になっていく。あ、そうです。バームクーヘンみたいな。ああ、なるただその乾水入れてるんで、なんかその中華麺というか、ほど。はい。ラーメンに近くはなってると思う。下からこう出てきますね。何キロぐらいですか6キロぐらいですね。？6キロぐらい。これ1日分とかですか？で、これが1回戦という感じで、1日だいたい3、4、5回回します。全部で何キロぐらい作るってことですか？全部で4なんで、1回で6なんで、24キロぐらいです。それが多分今日なくなるかなっていう意義がある。まあ、営業時間も長いんで、11時から2時ぐらいまであるんで。20キロ以上の麺が1日で。あ、そうです、そうです。それは。はい。これが1回目です。はい。で、今から複合って言って、麺を、うどんで言ったらこうプレスみたいな感じですね。踏むような感じの、これをちょっと鍛えていきます。厚さは言えないんですけど、最初のところから最後のところを太くして、それを複合するんで、そこからまた太くなって、でもう一回これを繰り返して、はい。で最後圧麺って言って均等に厚さをして、そこからカットにする。結構ラーメンの工程に近いと思うんですよ。麺作る。こんな感じですね。綺麗ですね。結構今柔らかいです。まだ本当にもう中太麺、珍しく焼きそばでは、はい、結構細麺が多いんですけど、であと独特のコシと、はい、あと歯ごたえも結構あるんで、太麺だとやっぱその普通の焼きそばになってしまうんですけど、まあ、中太麺でやっぱり食べ応えがあったりとかするんで、いつも結構驚かれてますね。これうどんみたいな感じで一応1日寝かせさせていただいてまして、はい、全体的に水分も行き渡って、あとグルテンが形成されるので、はい、当日使った麺だとやっぱり歯ごたえだとかなかったりとかするんで、今やってる製麺は明日使うっていうようなサイクルでさせていただいてます。焼きそばで製麺、自家製麺って珍しい。珍しいですね。他にもないと思います。
まあ、そこも他と差別化ではないんですけど、できるところかなということで。こだわりの羽釜です。麺を茹でる釜になります。こんな大きいので茹でるんですね。あ、そうですね、はい。多分入ってくると一番ここは湯気がバーって出てきて、一番目につくところだと思います。キャベツって何キロぐらいですか？あ、今日は少ないですね。いつもだったら15キロぐらい切るんですけど、まあメイン、焼きそばはメインなんで。15キロだったらそれ全部手で切るんですか？あ、全部手で切ります。毎日。背脂です。背脂。よりコクを出すために焼きそばに入れてます。焼きそばに使うソースなどをセッティングしてます。すごい粘度がある。もともとそうか、ドロッとします。ああ、結構濃い感じの焼きそばになってますね。はい。関西のソースだと結構逆にさっぱりとした感じになりますね。その秘伝のソースは開発したってことですか？あ、そうですね。地元のその企業と社長が共同開発して今のソースができたって、オリジナルソースができたっていう感じですね。本当にもう今の僕らの中太卵麺とそのぼかけに合うソースが今のぼかけ焼きそばになってるって感じですね。本当に多分召し上がっていただいたら分かると思うんですけど、めっちゃ独特です。はい。このソースとは何なんですか？神戸のその辛口のソースになります。もともとベースはウスターソースなんですけど、そこをその煮込んでる時に一番下のそこに溜まったところを抽出して取ってるのがこの泥ソースになってます。取れる数は結構少ないみたいで、はい、ただ関西に行ったら5倍とかもありますね。5倍の辛さのソースっていうのは、激辛って書いてるんですけど、意外とそこまで辛くはないんですけど、すごい量ですね。何キロぐらいつくんですか？ 1.3 の4キロぐらいですかね。5キロか。それは1日でなくなる？そうですね。これは朝一で使うやつなんですけど、でしっかりずっと営業中も煮込むって感じです。トロトロになるまで煮込んで。何時間ぐらい煮たらこうなる？そうですね。でもこれはでも昨日夜炊いたやつなんで、だいたい3、4時間とかずっと、まあずっとこのガスの方に置いとくんであります。牛すじとこんにゃくです。はい。一応牛すじは3種類使わせていただいてて、とこんにゃくで出来上がります。ブレンドした独自のぼかけ液っていうのがあるんですけど、それをぼかけでやることによって甘辛ーって煮込んでるんですけど、僕は醤油作ります。ザラメと料理酒とみりんと甘口、たまりと濃い口、全部で4種。たまりを使うんですか？はい。より甘さを出す。これはあれなんですよ、ベースになって、はい、当店の肉豆腐だとか、あとはその人気の土手串のベースでやっていきます。
ともとその長田でお好み焼きとかうどんとかに入っててぼっかけがでそこでまあもう焼きそばとかにもこう入れてなったっていうのとあとプラスその阪神・淡路大震災の時にその町おこし長田の町おこしでぼっかけを広めようっていうので全国的に多分広まったと思う。もともとぼっかけの名前もうどんとかにこうぶっかけて豪快にぶっかけてるとかぶっかけぶっかけぼっかけみたいなのも言葉遊びでできた名前ですね。なんで結構長田とかでも場所によっては筋コンっていう地域もありますしぼっかけっていう地域もあります。僕は師匠がそのもともと鉄板で焼きそばを食べてて、それですごいその印象が強くてそこにぼっかけを神戸長田のソウルフードを入れたらどうかっていうところで当店のぼっかけ焼きそばが、始まりました。でちょっと東京の人用にじゃないけどそういう調整とかもしてるんですか味の。いや全くしてないです。もう本当にもう神戸の味を再現というかしてるので、あくまでもその長田の神戸長田のぼっかけ焼きそばのところを再現という。お肉豆腐土手はすごい人気なんで一品の中で。そうなんです。はいしー3名様はいよね入りますねあげますごかけ入りますよーはい、失礼します。ごかけさなみでございます。生姜あ、はい。小袋でご用意させていただいてるんですけど、ご用意させてすみません。すぐご用意しますね。2ついいですか？はいよ。はい、こんにちは。いらっしゃい。はいよー。
おかげ入ります。よー。混ぜ方がすごいですね。トルネードみたいな。あ、そうです。これを最短でソースを絡ませることによって麺の痛みを最小限に抑えてる感じ。これは多分独特のあれやから。プロさんが大変。全然僕のもっともっと前のプロですよ。これのあれ方は本庄店のオープンした当初からですね。よー。何や豚何？朝の番組で作ってる時の音がすごいっていうのを聞いてどうですか、このスタイル。すごいとか実際に焼いてる音とかが間近で感じられるのがいいなって思いました。そうですね。あらちゃん。マヨネーズもおかけしといてよろしいですか？和の。おお。そうです。うわ。これになんか1日何食入れるとか。大体キロで230食ぐらいじゃないですか。それはその全メニュー合計でってことですか？いや、焼きそばだけで。そばだけで230。 230。一品料理とかに出るんですか？一品料理入れます。やっぱ結構飲まれる方も多いんで、はい。
なんでまあ肉豆腐だとかどち焼きっていうのは結構すぐお出しできるんで、結構人気の商品ですかね。これは土手焼きです。これ甘味噌です。これが特製ダレで。昼から飲む人もいるんですか？まあ、結構いらっしゃいます。はい。昼飲みされる方も多いです。自分らの一番商品のその永田レモンサワーというのがあるんですけど、それがまあ一押しのアルコールのドリンクになってます。まあ、レモンを丸ごと1個使ってるんで、それにプラスしてそのおいちゅうっていう、ありまして、中身だけのおかわりっていう、そのお得に飲める原ではないんで 4,5 杯飲まれる方もいらっしゃいますし、はい。そば飯はなんか神戸のやつ。そうですね。神戸の永田のもともとその青森っていうお店があるんですけど、そこは一応発祥と言われてまして、結構永田の神戸の方ではそば飯は結構人気の商品なんです。まだまだ関東ではやっぱりそのそば飯って何っていうか、ご飯とそのそばを一緒に食べるっていうそのあれがないんで、習慣がないんであれなんですけど、神戸の方ではもう結構もう普通当たり前に焼きそばって言ったらそのご飯っていうのがあるんですけど、それを一緒に炒めてるのがそば飯になってます。当店のそのお話ししたオリジナルソースをまあメインとして、あとはその関西の泥ソース、辛口ソースもブレンドして作ってます。結構甘いっていうよりも結構スパイシーな感じの味付けにはなっていると思います。何回も来てて好きだったんで、ちょっと友達を連れてきました。でもお酒も飲めて、はい。そうね。で、一番美味しかったメニューが、もう特にやっぱりモダン焼きの全部ね、焼きそば系も美味しかったですね。ホイル焼きもね、海鮮もそうすごい靴だもんね。もともとの1号店って明石にあったんですよ。2004年オープンのお店があって、ただそのコロナとかそういったところで閉店してしまって1号店が、で再出発っていうところでこの西葛西がオープンしたっていう感じです。この昔鉄板1枚のおばちゃんが本当に1枚鉄板で焼いてたっていうところの神戸の中の風情をもっとその世の中に広めたいっていうところで始めたのがこの永田本庄家なんです。でそこでまあそのぼっかけっていうところを神戸が永田が発祥だったので、それを使った商品っていうのでぼっかけ焼きそばを始めたっていうのが始まりです。はいはい、ご案内しますのでちょっとお待ちください。今最近ではそのインスタグラムだとかSNS が発展してきて、海外の方とかも結構ご来店いただいてて、全国に6店舗しかないので、そこはもっと全国に永田本庄軒っていうこのぼっかけっていうお店広めれたら、もっと全国からお客様が来てくれるなっていうのは思ってます。三宮が結構観光地というか結構知名度がもう高くて、それを来店目的で来てくれてるお客様が多いので、三宮に関しては。西葛西に関してはまだまだそこまではいけてないので、そこの認知度っていうところをもっと広めれたらなっていうのは、味には絶対的な自信があるんで。